函館一人旅が最高すぎる。こんにちは、ビエンです。今回は珍しく夜からスタートする2泊3日の函館旅行。夏の一人旅で北海道函館市を堪能します。人気店でご当地ラーメンを堪能したり、混みすぎてやばいと噂の夜景スポットにあえて車で登ってみたり、平日の夜でも大渋滞に巻き込まれてしまうのか。空港に着いてからたったの3時間半の出来事でしたが、楽しい時間を過ごすことができました。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。東京都羽田空港に到着しました。 ANA を利用して函館空港に向かいます。羽田から函館までは約1時間20分だそうです。函館到着しました。もう暗い。本当は明日明後日で1泊2日にしようと思ったんですけど、飛行機がなかったんで、今日前乗りしてって感じですね。で、空港からレンタカー利用してとりあえずラーメン食べ行きます。夜の到着なのでレンタカーの送迎バスがなかったです。やばい、空港からカーシェアまで遠すぎる。北海道だとあれだね、最近クマのニュースが多いから、こういう道一人で歩くのめっちゃ怖いわ。なるべくこうやって無駄に喋りながら音を立てながら行きます。いないと思うけど。函館なんて一匹もいないだろうと思ったらね、まさかの目撃されてるんかい。無事にレンタカーをゲットしました。とりあえず函館に着いて一番最初に向かうのはラーメン屋さんでございます。ということで早速向かいます。すごい場所にあるんだよな、こうで。前回はもうかなり前か、もう寒かったんですよね。冬だったんで11月の終わりぐらいかな。8月の函館は初めてなんでね、涼しい夏の函館を満喫したいと思います。ヒグマップ見た感じ、函館のロープウェイの山頂エリアとかで熊の目撃なかったと思うんで、一人旅で夜っていうのでね、山は怖いですけど混んでると思うんでね、混んでれば余裕でしょっていうことで。で、函館山のロープウェイがね、もう今オーバーツーリズムみたいになってて、で8月は多分ね、今日平日なんですけど、下手したら1時間とか1時間半待ちみたいなのがあるらしいので、車で行こうと思います。で、車で行こうと思うと、夕方5時から夜の10時までは車通れなくなってるんですよね、一般車両は。なので夜の10時以降に車で行って夜景見ようと思います。そうすれば多少空いてるのかなっていうのと、あと 1.3 キロでラーメン屋さんですね。もう一瞬で着きます。今回はあえてのレンタカーっていうか、一人旅の時はやっぱりレンタカー借りてね、ドライブしてるのが楽しいんでね。函館は、バスで函館駅まで行って、その後はもう歩いてね、周辺観光できるんですけど、あえてレンタカーで今回は行きます。道めっちゃ空いてる。お盆の週の次の週なんですけど、今8月18なんですけど、夏休み期間中とはいえ、もしかしたらこれ空いてるかもしれないですね。言うて混んでますね。さっきの空港からの道が空いてるだけで普通に交通量ありますね。お店の名前なんだっけ、一文字だった。あったあったあった。うわ、どうだろう、これ混んでんのかな。あれ、これ混んでんじゃね。すごい分かりやすい場所にあって、かなりアクセスいいですね。大通り沿いにあるし。うわ、これは空いてるんじゃね。うわ、止めれたけどさ、めっちゃ車入ってくるね。ということで、空港のすぐ近くにある一文字さんでラーメンを堪能したいと思います。一人客は私だけでした。10分15分くらい待って席に座ることができました。名物の塩ラーメンを注文します。正直味噌ラーメンの方が気になりますが、函館といえば塩ラーメンだそうなので注文しました。見た目からしてうまそうな色をしております。あっさり系なのでスープはこんな感じでサラサラしております。麺はこんな感じです。思ったよりも固めでした。それでは早速いただきます。これはなかなかうまいです。スープを飲んだ後に麺食べた方がより美味しく感じました。てかスープがね、めちゃくちゃ深みがあるというかね、あっさり系なので味はどっちかというと薄いんですけど、鼻に抜ける感じというかね、後からふわっとくる風味がめっちゃ美味しかったですね。残り2割というところで味変していこうと思います。ラー油をたくさんかけて食べます。一瞬むせて全てを吐き出しそうになってしまいましたが、ギリギリセーフでした。しかしあれですね、ラー油いらなかったですね。味変せずに最後までそのまま食べた方が多分美味しかったです。そして実は一緒に頼んでいたチャーハンもいただきます。チャーハン食べてスープ飲んで、チャーハン食べてスープ飲んでを繰り返すと結構美味しかったですね。いやー、こういうチャーハン久々に食べるとめっちゃうまいっすよね。今日は朝からね、全然食べてなかったんでね、もう一瞬で完食してしまいましたね。
美味しかったです。ごちそうさまです。次来た時は味噌ラーメン食べてみたい。いやー、ラーメンうまかったね。個人的に混みすぎてるラーメン屋さん怪しい説があったんですけど、うまかったっすね。スープうまかったっすね。麺もうまかったんですけど、スープの鼻から抜ける感じと後味っていうんですかね、あの風味はね、なんかあんま今まで食べたことない感じのスープでしたね。ただチャーハンも美味しかったんですけど、チャーハン食べた後に塩ラーメンのスープ飲むとやっぱ全然分かんなくなっちゃうね、良さが。だから味濃いものを食べた後に塩ラーメンは良くないですね。先に食べてから他の食った方がいいですね、個人的には。ここにもお寿司屋さんだね。焼肉一心亭と全席高速レーンのお寿司屋さん。すごい車止まってるわ。めっちゃ混んでるね。今回は夜スタートなんで、なんか真っ暗なんで、なんか旅行に来たみたいな雰囲気ではないんですけどね。どっちかというとなんかもう仕事帰りみたいな雰囲気になっちゃってますけど、気分的にも。で、今からホテルにチェックインして、函館駅のすぐ近くにあるホテルなんですけど、サウナがついてるんですよね。で、サウナ入って函館ロープウェイの方に行って、で車で山登って夜景を見て、で帰ってきて寝るみたいなねプランにしようと思います。すごい遠くの方に函館の街が見えてきました。左はもう海なんで真っ暗で何も見えないですね。この通りもホテル多いですね。レンタカーだったらこの辺のホテルでもいいのか。海沿いだから景色良さそうですね。これの突き当たりが函館駅ですかね。おー、すごい明るいね。キラキラしてる。路面電車の線路と街並みがいいね。明るいわ。明るいし人も車も結構いるんで、絶対熊出ないでしょっていう。なんかニュースだとさ、なんか市街地に出ましたとかニュースやってるからさ、マジでこういうとこも出んのかなと思っちゃうけど、もう絶対出ないねこれは。夜8時でこの感じだともうあれですね、明日の朝とかやばそうっすね。ただ函館はほんとね、レンタカーいらないぐらい全部近いんですよ、観光スポットとかなんですけど、カメラの充電しながら移動したいっていうのであえてのレンタカーで観光するんですけど、車で移動すると全部一瞬で着くっていうね。でここにはゴールドジムもあるんですよね。駐車場はどこかな。ここがね駐車場なんですけど、なんか改札機みたいなのがないっすね。なんか言う感じ、口頭で言うパターンなのかな。これ車って止めれますか。そこのホテル泊まるんですけど。ホテルの宿泊ですか。こちらをホテルのフロントに、わかりました。ください。はい。これはめちゃくちゃ混んでんじゃないの。無事ホテルチェックインしました。すごい、こういう感じなんだ。めっちゃ綺麗。2階に大浴場があるので、シャワー使うことはあんまないとは思うんですけど、めっちゃ広いですね。でドライヤーがここにあって、すごいな、めっちゃ綺麗。駅前のホテルなんでちょっと狭いかなと思ったんですけど、一人用の部屋でこれはなかなか広いですね。なかなかの広さ。コンセントも最高ですね。コンセントがこれ2個あって、真ん中に USB。これめっちゃいいね。すごい、ここにもあるわ。ここにもコンセントあります。で、ベッドの横にももちろんあります。で、浴衣じゃなくてこの上下セットのパジャマタイプなので、寝てる時に脱げて体が冷えるっていうのがないので、もうそういうのもいいですよね。で、テレビと空気清浄機があって、ここの幅とかもね結構広いですね。今回5階の部屋なんで、眺めはねあれですね。こっちはもうビルしか見えない。早速サウナに行ってこようと思います。ということでサウナから帰ってきました。よかった。やっぱサウナはいいね。そして無料サービスでアイスも食べれます。まだ9時20分ですが、もしかしたらめっちゃ混むかもしれないので、30分前に着くぐらいでも早すぎないのかな。明日明後日の天気がね、まさかの雨予報なんですよ。なので景色を夜景見るとしたらもう今日しかないですよね。ということで函館駅前をちょっと散歩してから山に向かおうと思います。ちなみに今回宿泊しているホテルはこの左手に見えるラ・ジェントステイ函館駅前でございます。この駅前広場にある巨大な赤いものは親子というモニュメントだそうです。 JR 函館駅の建て替えに伴い、触れ合いをテーマに全国から公募され寄せられた272点の応募作品の中から選ばれたものだそうです。
ということでサウナでリフレッシュしたのと9時50分になりましたので、ロープウェイ山頂駅の方まで向かいます。山頂まで、函館駅から山頂エリアまで車で15分20分かかんないぐらいか、15分ぐらいかかるんだ。お盆明けの月曜の夜なんで、さすがにそんな混まないと思うんですけど、どうなんだろうな。おお、ジンギスカン、ジンギスカンもね、明日か明後日ジンギスカン食べようかな。夜の函館ドライブ、すごい、この通り全くもう車ゼロ。なんか何あれ、猫なんかすごい勢いで今なんか横切ったぞ。うわー、めっちゃ快適ドライブ。いや、函館はね、ほんとね、オーバーツーリズムになっちゃってるみたいな見たんで、うわーと思ったんですけど、とりあえず夜のドライブや街ぶらだったら快適だと思います。ただ問題は昼ですよね。明日の朝ね、朝一と、あとランチですよね。お昼時にどうなってるかなんですよね。56分で、10時になったら入れるらしいんですよね。この辺もちらほら人歩いてますね。これあれか、ロープウェイで夜景見終わった人たちが帰ってきてるんですかね、この辺。十字街っていう駅から歩いて、多分ロープウェイ乗り場なんですよ、確か。で、車で行く人も、この辺の駐車場か、ロープウェイ乗り場の駐車場かって感じなんで、ちょうどロープウェイの営業時間がもうすぐ終わるから、帰りのピークなんですかね。いや、でもほんと街並みがなんかいいね、この路面電車の感じと。ここに十字街、函館バス、十字街のバス停があります。これみんな夜景帰りじゃないの、この人たちは。で、ロープウェイ乗り場がこの坂の上の方なんですけど、まだ10時じゃないので、9時58分なので、まだ通れないんですよ。これはどうなってんだ、これ車渋滞してる？めっちゃ出てきたよ、人。ロープウェイが終わって人がいっぱい出てきましたね。すごいね。とんでもない混み方してますね。しかこれさ、山頂に向かう道もこれもう渋滞になっちゃってんのかな。これはもう山頂に行く車ってこと？おやこれはみんな山頂に行くのか。入ってきます。ちょうど10時になって開放されたんじゃないのかな。ここはまだ違うのか。ここは一方通行で、どっかでなんかあるんですよ、門かなんかがねあるらしくて、そこが10時までは閉鎖されてて、閉鎖というか通行止めで、今ちょうど開放されたんですかね。やばい、混んでるね。夜間マイカー規制中、5時から10時までで、今開放されて、でもそんなに渋滞じゃないんじゃないですか、この感じだと。警備員さんもいますね。で、車線は分かれてて、こんだけ人気の観光地なんでね、対向車すれ違いなんてことはないですけど、ただ外国人も多いですからね、外国人が運転してる可能性もあるんで、このね、ゆっくり運転しないとワンチャン逆走なんてこともありえそうだからね。でも車で山頂エリア行くの初めてだからちょっとワクワクするね。で、北海道の場合はやっぱ熊が怖いから、こんだけ車がいてくれた方がなんか安心感すごいわ。ただ真っ暗、これ普通に自分しかいなかったらめっちゃ怖い。これどうなんだろうな。渋滞っていうかスムーズに進んでるから駐車場が空いてないってことはないと思うんですけど、でもなんか徐々に詰まってきたぞ前が。言うてね、月曜日ですから平日なんで。でもこれは本当に土日祝日はやばそうだね。あと3キロで山頂エリアです。結構登りますね、思ったより。4合目で標高200メートルだそうですね。何分くらいで登れるんだろう。今んとこね、1回も車止まってないんですよ。前にずらーっと並んでますが、車が一時停止するような渋滞ではないので、5分で今半分ぐらいまで来たのかな。合計で10分くらいで山頂は行けそうな感じですね。ただこうやって直線になった瞬間、前の方を見るとずっと車途切れてないんですよね。駐車場の台数が何台なのかっていう。あと 600m で到着で、車はスムーズに進んでいるので、これは止めれそうですね。いきなりこれ自分の番らへんで満車レースってなったら最悪だけど。でもちょっと詰まってきた。わあ、これあれか。まだわかんないぞこれ。まだ止めれるかわかんないパターンなんじゃないですかこれ。で、一般車の人はここまで来れても車止めれないと車から降りれないのか。空いてる。てかあれか、もうみんなレンタカーだからさ、駐車に時間がかかっちゃうのか。
かあれだね、しかもめっちゃ斜めってる。坂道にあるさ駐車場だからすごい怖いな。なんかまっすぐ進んでるはずなのになんか斜めってる感覚があってちょっと怖いね。ということで無事に車を止めることができました。到着した。めっちゃ混んでる。でもあれだ、あんま人いない。いや車で来た方がのんびり景色見れるわ。すげえ、こんな感じなんだ。函館山のモニュメントを発見。ちなみにここはまだ展望台じゃないので歩いて向かいます。駐車場から展望台までは 2,3 分で行くことができます。標高約330メートルの展望台から美しい函館市街の夜景を堪能します。展望台に到着しました。すでにたくさんの人で賑わっております。しかしロープウェイが終了している時間なので思ったよりは空いてました。それでは函館市街の美しい夜景をどうぞご覧ください。いやーほんとね、めっちゃいい景色です。ちなみに前回来た時は11月の終わりでめちゃくちゃ寒かったんでね、凍えながら見た記憶が蘇ってきました。今は8月なので半袖で快適に涼しく夜景を堪能できました。いやーほんと地形が独特というかね、なんか栄え方もちょうどいいというか、なんか本当に美しい景色です。ちなみに明日は函館朝市や赤レンガの周辺を観光する予定です。そして展望台は2カ所あり、さらに上に登ってきました。こうやって見るとほんとたくさんの人で賑わっております。月曜日の夜10時でこれなので、土日祝日やロープウェイの時間帯は展望台の最前列で記念撮影するのはかなり難しいかもしれません。しかし夜の10時以降であれば車が止められる台数が決まっているので、もしかしたらこれ以上混むことはないのかもしれません。そして景色を堪能し駐車場に戻る途中、奥の方に駐車待ちの渋滞を発見。いやということで夜景見れてよかった。駐車場に入る渋滞もできてるんですけど、駐車場から出る渋滞もできちゃって、なんかカオスになっちゃってるよね。これ出れないんだ。これもあれですね、10時に来てギリギリ車止めれたって感じでしたね。多分10時5分とか10時10分になっちゃうと、もう5分10分遅れただけでもうあれだね、もうこの渋滞に巻き込まれちゃって止めれないっすね多分。すごいことになってるわ。うわもう対向車すごい渋滞。カメラに入ってる。ギリギリ対向車線見てください。ずーっとすごいね。これは、いや俺じゃあ本当にラッキーでしたね。もう10時1分前くらいに着いたんですよ、ギリギリで。着いてちょうど10時になったぐらいだったんですけど、これはねもう今何分だ、もうなんだかんだでもう10時半か。もう10時半だとこのありさまなので、もう無理でしょうね。これ1時間以上かかりそうですね。これカップルとか家族連れが多かったんで、僕は1人だったんでもう滞在時間10分もいたかなって感じだったんですけど、みんなこれのんびり30分40分いると思うんで、そうなってくるとこれはやばいね。これ夜中の12時になっても帰れないレベルですね。これはすごい、まだ続いてる対向車。すごいね、こんなに続くんだ。とんでもない渋滞だわ。結構レベルが違う、想像以上に。月曜日舐めてたわ。平日だから余裕と思ってたけど、そう考えるとロープウェイもやばそうっすね。もう土日はもうここが最後尾ですね。ここが最後尾でした。いや早めに来てよかったです。とりあえずどうしようかな。眠いっちゃ眠いし、今日はもう明日に備えて寝ますかね。ただこの夜のなんだろう、この雰囲気をドライブするのもちょっとおもろいですね。いやでもあんなに渋滞するんだ。本当紙一重というか、いやよかった。マジで10時ぴったぐらいに行って、もう個人的にはもうお金かけてもうタクシーで行った方がいいと思います。5時から10時は一般車入れないから絶対に空いてるんですよ、駐車場側はね。ロープウェイはめっちゃ混むと思うんですけど、でロープウェイでお金払うって考えたら、2、3人で行くんだったら大人1人いくらでロープウェイかかるんで、もうタクシーで行っちゃった方が、コスパいいんじゃないかなっていう。ここがあれか、路面電車の十字街っていう駅がここか。車があるとめちゃくちゃ便利ですけど、昼だったら、ロープウェイまでは別に車なくても全然大丈夫だと思います。夜景の時間帯はもうやばいと思うんですけど、すごい開放感だ。羽田から函館に着いたのが7時くらいに出発したから、まだ3時間半で割といろいろできましたね。ラーメン食べに行って、でチェックインしてサウナ入って、で山登って夜景見てって感じで、3時間半で割と濃厚な3時間半でしたね。ということでホテルに戻りやす。
ここはもう駅か。函館駅まで戻ってきました。いや、いいね。全部近いから本当に観光しやすいわ。駐車場戻ってきた。お、ちょうどいい場所が空いとるやんかい。車がすごい減ってるわ。みんな夜景見に行ったんじゃないですか。で今頃渋滞に巻き込まれて。ということで今日は明日に備えて爆睡します。ちなみに明日は函館で人気の観光スポットを巡ります。グルメも観光も堪能できましたので、ぜひこの機会にチャンネル登録して次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。